どうも、ケイスケです。冒頭の動画いかがでしたでしょうか。こちら、キヤノンの初めての Vlog カメラ、キヤノンパワーショット V10 というカメラ、だいたい1ヶ月ぐらいじっくり使わせていただき、そしてこの前の宮古島でもたっぷり使わせていただきまして、もう良いところ悪いところ全部分かってきました。そしていいんじゃない？作例どうでした？結構いい感じに撮れてませんでした？もう本当に僕も手軽で結構気に入ってるカメラでありますので、改めて1ヶ月経ってこれどんなカメラなのか、そしてどういうところが良くてどういうところがちょっと惜しいなと感じているのか、プラスしてこういう設定結構いいかもっていう話とか、あとはそれに加えて、Vlog の撮り方、編集みたいなところもちょこっとねご紹介しちゃいたいと思います。ぜひこれから Vlog 作りたいと思っている方、はたまたこのねキヤノンのカメラ使ってみたいと思っている方、最後まで見ていってくれると嬉しいなと思います。早速いってみましょう。ケイスケの動画。はい、改めまして今回はこちらキヤノンパワーショット V10 の動画でございます。こちらのカメラ、改めてどういうカメラかというのをざっくりと紹介すると、要するに小型カメラのジャンルですね。一眼とかのレンズが交換できるよっていうタイプではなく、レンズも完全に一体型の小型カメラとなっております。でこのサイズ感なんでポッケにスポッと入ると、僕は大体このね胸ポッケに入れてポッと取り出して撮影したりしてました。でなんとこのサイズ感で1インチセンサーが入ってるんですよね。センサーっていうのがカメラにはねそれぞれあって、そのセンサーが大きければ大きいほど、暗いシーンでも綺麗に撮りやすかったりとか、そういうメリットがあるんですけども、本当にハイスペックの本当何十万もするスマートフォンとかが搭載しているような1インチセンサーっていうのがこれには搭載されていて、で軽さも 211g と、もちろん 4K も撮れるようなカメラになっています。でその話をするとスマホでもええやんとか言われたりするんですけども、これね値段安いんですよね。スマートフォンが本当に1インチセンサーの入ってるスマートフォンとかだと、いくらだろう、20万近くしたりするのかな、なんなら20万超えるスマートフォンとかもあったりすると思うんですけども、対してこれはだいたい5万4000円とかそのぐらいで、販売されていたりします。6万円しないぐらいのね価格が多いのかなと思うんですけども、そのぐらいの価格で手に入るので、なんて言ったって安く小型でめちゃくちゃ便利に使える、そして綺麗なカメラということになっております。よくない？で実際いろいろね、使ってみたりこんな感じで、ね、してみました。僕の使い方は割とオーソドックスで、普段どうしても一眼カメラも持っているんで、綺麗な映像を撮りたいよと思った時にはそういうね一眼カメラとかを持っていたりもするんですけど、やっぱね重いは重いんですよ。一眼カメラでここは撮りたいなっていうシーンもあれば、いやここは気軽に撮りたいなっていうシーンもあったりして、そういうね気軽なところに関してはこのねキヤノンのパワーショット V10 がめちゃくちゃ良かったなと思います。なんて言って本当このねポッケとかに入るんで、ちょっともう夜だしカメラ持っていきたくないなっていう思った時に、これだけは入れていくかっていう感じで持ってったりもできるのが僕はめちゃめちゃいいなと思いました。で基本的に僕はね 4K の 24p っていう設定で撮っていて、あとはね特に大きなことしてないかな。色味も一番ねスタンダードの色味で撮影しました。このねキヤノンのカメラは普通のオーソドックスなねスタンダードの色味に加えて、いろんなフィルターを加えたみたいな感じの色味にもすることができるんですけど、結局僕はノーマルな色味で撮って、後でねこんな感じで編集をして、僕なりの色味に仕上げるという形で使っていました。この辺も後で紹介したいと思うんですが、実際1ヶ月使ってみて良かったところ悪かったところ聞きたいですよね。どういうところがいいのか、どういうところに注意すればいいのかもじっくり語っていきたいと思います。ケイスケの動画で、じゃあいいところからちょっと言っていきたいんですけども、まず映像普通に綺麗です。もちろん一眼とかと比べたらややね、荒いところもあるとは思うんですが、普通にこうスマートフォンとかで使ってる分にさほどこう大差なく撮影ができるなっていうのは正直あります。でね、僕今までちっちゃいカメラいろいろ使ってきたんですけど、やっぱりこう一眼使ってちっちゃいカメラ使うとどうしてもねそこに差ができるっていうのが僕はあんま納得がいかなかったんですよね。でもちろんこのカメラもさすがに一眼には勝てないんですけども、でも他のちっちゃいカメラよりも比較的画質はいい方だと思います。っていうのもちっちゃいカメラってブロックノイズっていうのが乗ったりするんですよ。っていうのもこれね難しい話なんですけど、ビットレートっていうのがあって、要はデータの容量、普通画質っていうとフル HD、4K とかさ、そういうところばっかり目がいくと思うんですけども、同じ 4K でもその 4K の処理の方法によって画質が良くなったり悪くなったりするんですよね。でこのキヤノンのカメラに関しては割とそのね処理がうまくいってるような気がして、そういうブロックノイズっていうのがかなり少なく作られてます。なんで画質的にも結構綺麗だなって思うシーンが僕は多かったです。
それもあってかノーマルな色味で撮ってそこに色を乗っけてもそんなに変な色味にならないっていうのが僕は結構使いやすかったですね。もう本当に画質面に関しては全然これで普通に日常 Vlog を撮る分にはいいかなと思っちゃいました。で加えて画質面で言うと、近づければの話なんですけども、ボケ感もそこそこあってですね、このぐらいの立体感があればちょっとボケも楽しめるかなっていう感じです。もちろんある程度近づけないとね、さすがにボケはしないんですけども、多少のそういうボケ感も楽しめると。あとやっぱ Vlog に大事な音も結構良くてですね、割とマイクがむき出しなんで外の風切り音とかがめっちゃ入っちゃう、ボーって音が入っちゃうかなと思ったんですけど、意外そんなに入ってなくて、僕がねこのねパラセーリングで撮った時も、もちろんねこう上空なんで音は多少入っちゃうんですけども、それでも意外と声聞こえるぐらいだなと思ってました。こんな感じ。私多分スカイダイビングとか怖すぎてやばいわ。いやスカイダイビングは俺も無理ね、思ったよりいい感じでした。であと僕ねめちゃめちゃいいと思ってるのがここね、これスタンドです。これマジででかい。これがあるんで三脚つけなくてもこう机とかにポンと置いて撮影ができるんですよ。で他の小型のカメラとかだとこの本体に加えて下にね三脚をちょっとつけなきゃいけなかったりするんですよね。でそうするとポッケに入んなかったりするんですよ。カバンとかにちょっとかさばるから入れられなかったりするの。それがもう三脚つけなくていいからここのねスタンドだけでいけるというのはめちゃめちゃ画期的だと思いました。もちろんちょっと横に向かないとかのデメリットもあるんですけども、それを差し引いてもめちゃくちゃ便利なスタンドなので僕これはかなりいいなと思っています。めちゃめちゃいい。であとは色味ですね。色味も14種類13種類14種類かな、かなりプリセットがあってそこもねいろいろいじれたりします。僕は今回使ってないんですが、強いて言えばナチュラルに使いたいよって人は結構この最後の方の、クリアライトブルーとかクリアパープル、クリアアンバーとこのクリア系の色味を使ってあげると後からちょっと色編集する時にも調整しやすいんじゃないかなと思っています。他のやつだともうね後からの調整幅がちょっとしんどいかなと思ったり、もうね最初からクリエイティブな色味にするっていうんだったらいいんですけども、後から他の色も調整したいよってなることも含めればこのねクリア系の色味は結構僕は好きでしたね。これティール&オレンジも使ったんですけどちょっとコテコテかなと思って外しちゃいました。であと最後懸念点だった熱問題なんですけど、これ僕今回は 4K の 24p でちょっとね重たいデータで撮影したんですよね。標準の IPB っていうので撮影をしました。なので電源入れた時に熱で停止しちゃう可能性がありますという警告も出たりするんですけども、今のところというか宮古島で使ってる限り1回も熱停止しなかったです。もちろんそんなに長回ししてないっていうのはあったんですけども、でもちょいちょい5分とか10分とか、置いて撮ることっていうのはあったので、その中でも全然熱停止しなかったのでそんなに熱も気にする必要がないのかなと思いました。もちろんこう30分とか置いて撮りたいよっていう場合は熱もね多少気にした方がいいのかなと思うんですけども、僕の場合はその辺気にならなかったかなっていう感じです。ケイスケの動画っていう感じで本当に気軽にいい画質で撮れるので僕本当にこのカメラ好きになりました。何より値段も安いんで結構いろんな人に勧めやすいというのもあって本当最近はね結構このカメラ押すこと多いです。ただねもちろん注意点というかここは気をつけた方がいいよというポイントもあるのでその辺もねしっかりとご紹介していきます。でまず1つ目は手ブレ補正ですね。手ブレ補正に関してはなしと入りと強っていうね3段階あるんですけども、基本的には僕はね強で使っていますなんですけど、さすがにジンバルとかウェアラブルカメラと比べるとブレてしまうっていうことがあるので歩き撮りとかをするときにはちょっと注意した方がいいかなと思います。自撮りとかは結構ね綺麗に撮影できてました。なので Vlog であんまり歩きすぎないっていうのは1個コツかもしれないですね。そこは他のカメラもそうなんですけどもこのカメラも含めてある程度気をつけた方がいいポイントなのかなと思いました。で使い方のテクニックとして、このね右上のボタンここを押すと僕手ブレ補正切り替えるように設定してあるんですよ。でここのね右上のボタンはいろんなカスタムボタンを割り当てられるんですけども、これを押すことによって手ブレ補正切り入り強というのが切り替えられるようになっているので、例えば手持ちで撮影するよっていう時には基本的には強にしておいて、で置く時だけは手ブレ補正を切っておいたりしてます。
その方が広く撮影できるので結構便利かなっていう感じで、切って撮影したりしていますと。はい、これは結構おすすめの設定かも。で、続いて気をつけた方がいいポイント2つ目がオートフォーカスですね。割とセンサーの大きい1インチセンサーを積んでるので、ちょっとボケ感もあるってさっき言ったじゃないですか。ほとんどの場合はピントが合ってくれるんですけども、間違って違うところをタッチしちゃうとか、そういう時とかに気づかず撮影するとボケた映像になっちゃいますので、そこだけ注意ですね。そういう時の対策としては、ちょっとねタッチしてあげる。自撮りした時に自分にピントを合わせたいなと思ったらピッとタッチしてあげたりすると、ちゃんとね顔をトラッキングしてくれたりするので、そういう時気をつけてあげるといいかなと思います。またね、外とか撮影する時もあそこに合わせたいなと思ったらピュッとタッチしてあげれば、それをねトラッキングしてくれたりするので、そういう風にしてタッチして使ってあげるのも一個コツかなと思いました。で、あと1個ですね、ここレンズめちゃくちゃ触っちゃいます。はい。こうやって取り出すときにめちゃくちゃコンパクトに取り出しやすいんで、ここどうしても触っちゃうんですよ。ペタペタっと指紋がついちゃって、で、こう撮影したときになんか曇ってんなみたいな、結構あったりしたんで、ここはね定期的に拭いてあげる必要があるかと思います。もともとここの蓋っていうのがついてないんで、どうしても触っちゃうんですよね。で、ここのねレンズが傷つくことっていうのは今のところ全然なかったんですけども、どうしてもやっぱここが気になるよっていう人はですね、他社さんからなんですけども、ここのねカバーだったりとか、あとはケージっていう、なんていうの、フィルムケースみたいな感じか、ケースっていうのが出ていて、ここのカバーと同時に上の部分のウィンドスクリーン、風のね音を入らなくするようなものもついているので、それを同時に買ってあげるといい感じに、ここがね汚れなくて、かつ音もね綺麗に入るんじゃないかなと思います。ぜひねその辺も試してみてください。ということで、いいところも悪いところも語ってきました。もちろんコンパクトな分、値段がねちょっとお安い分ね、デメリットっていう部分もあったりするんですが、僕は総評として結構使いやすいカメラだなと思っています。なので気になったらぜひ一回試してみてほしいなと思います。そしてこれはね Vlog カメラでありますので、僕なりの Vlog のコツもちょっとだけ教えちゃいたいと思います。ケイスケの動画で、よくねこういうねちっちゃいカメラとかでも言う Vlog のポイントなんですけども、僕からは3つ、撮影の時のポイント2つと、あと編集の時のポイント1つあります。で、まず撮影の時のポイント1つなんですけども、1個のシーンをいろんな角度から撮ってみてください。割とね Vlog ってこう行く時わー撮ってわー楽しいわーで終わったりするんですけども、そうじゃなくて1箇所に行ったらちゃんとねこのカメラでいろんな角度から撮ってあげる。例えば僕のねガーリックシュリンプ食べてる時も、ガーリックシュリンプをこれで撮ったり、自撮りをしたりとか、いろんな角度から撮ってあげると割とねそのシーンっていうのが分かりやすくなったりするので、ぜひ1個撮るっていう時にもいろんな角度から撮ってみてください。お店に行った時であればお店の外観、その料理、その食べてるシーン3カットあれば意外といい感じの Vlog になります。これ本当にね一瞬で変わるんでやってみてください。で、2つ目なんですけども、あんまりカメラを動かしすぎないってところです。もちろんカメラを動かすとかっこいいかなと思ったりするんですけども、多分ね Vlog 始めた人は思ってると思います。なんでこんなカメラ動いてんねんとで思ったことあるでしょ。意外とカメラ動かさないんだから、カメラは動かさない方が意外と綺麗に見えます。もちろん必要なシーンで必要に動かすってことは大事なんですけども、例えば、こうやって店の全体を撮りたいよっていう時にバーって動かしちゃうっていうよりは、ここ撮って10秒待って、ここ撮って10秒待つみたいな感じで、ちょっと角度を変えながら10秒ぐらい長めの素材を撮ってあげると、後でね編集でつなぎ合わせることによってわざわざ動かさなくても良くなるので、ぜひそういう風に使ってみてほしいなと思います。なんかこれね動かしちゃうと、もうちょいそこ見たかったのに全然見れなかったわとか、あとはね意外と手ぶれがやっぱ気になって見づらいなって思うシーンとかがね、出てきたりしちゃうので、なんかその辺は固定して撮るってことを意識してみてください。で、最後編集に関してなんですけども、編集に関して言うと音楽、ちゃんと合った音楽を選んで、そして音楽に合わせてカットしてあげてください。今回の僕の冒頭の動画もしっかり盛り上がる感じに使いたかったんで、ちょっと陽気な音楽にして、でその音楽のこうドンという音に合わせてカットを入れたりしています。やっぱそういうね、盛り上がりとか、音楽だと A メロの部分、サビの部分ってあると思うんですけども、やっぱサビが盛り上がるわけじゃないですかね。サビが盛り上がるんだったら盛り上がるシーンで結構動きの多いカットを入れたり、インパクトの強いカットを入れたりする方がもちろん映像的にも盛り上がります。 A メロの静かなところでそれを持ってきてもしょうがないので、自分が使いたいな、これいいなと思った素材
これはインパクトがあるぜと思った素材はちゃんとねサビとかに持ってきてあげて、で、このドンという拍と一緒にタイミングよく切ってあげるといいのかなと思います。本当に簡単なポイントではあるんですが、3つご紹介してみましたんで、ぜひチャレンジしてみてほしいなと思います。ケイスケの動画。はい、ということで今回はこちらキヤノンパワーショット V101 ヶ月使ってみてどうなのというところをご紹介してみました。正直僕はね一眼も持ちながらこっちのねカメラも持ってるんで、もう一眼が大きい分このぐらいが一番ちょうどいいんですよね。このサイズ感でなおかつ画質もね妥協してないっていうのが僕はねかなり気に入っています。これから僕含めね、キヤノンの V10 のアンバサダーの方とかがね、いろんな動画上がってくると思うんですけども、もちろんカメラっていうのは人によって合う合わないっていうのは絶対あります。このカメラ合う人もいれば合わない人もいると思うんですけども、キヤノンのこのねパワーショット V10 に関しては僕も含めアンバサダーの方々ね結構何人かいらっしゃって、で SNS とかで結構発信してます。なのでそういう人たちの映像を見てもらって、こういう映像僕好きかも、こういう映像僕作りたいかもなと思ったら絶対それをこのカメラで撮れるはずなので、ぜひそう思ってくれた方はチェックしてみてほしいなと思います。このカメラについては概要欄にもリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてください。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。